はいどうも、マシマです。今回は漫画でやってはいけないこと5選ということで、怖い話と思った方もいるかもしれません。安心してください。やってはいけないこととは言いましたが、気をつけるべきこと5選くらいに考えてください。これは僕の持論ですが、漫画に正解はありません。100人作家がいれば100通りの方法論があり、100通りのルールがあると思います。だから今回は僕のルール、マシマ流の気をつけるべきこと5選ということを踏まえた上でご視聴いただけると嬉しいです。なので他の作家さんがマシマのルールを破ってるぞという論法にはならないので、そこも気をつけてください。他の作家さんにはその人のルールがあるはずです。ちなみに今回紹介する5つのやってはいけないは、過去に僕自身やってしまっている場面も多々あると思います。なので、お前もやってんじゃんそれと思う方もいるかもしれませんが、自戒の念も込めて今回動画にしました。いやー、解説動画を作るときはね、自分のことを棚に上げる作業がはかどりますね。今回のお品書きはこちら。キャラの動線、単調な構図、不要なモノローグ、キャラの個性を潰す、顔半分の罠。これからそれぞれ詳しく解説していきます。今回の動画を見ていただければ、自分の中の漫画のルールが書き換わるかもしれません。また、マシマはこう言っていたけど、俺はこう思うからこういうルールを作ろうとなるかもしれません。そこは自由に判断して自分の中のルールを作っていってください。では早速、行ってみましょう。キャラの動線。これは漫画の基本でもあるのですが、コマがあってその中にキャラを配置するとき、作家が自由に配置すればいいのですが、実はある程度規則や法則があります。これが分かっていないととても読みづらい漫画になってしまいます。例えばこんなページを見てみましょう。2人のキャラが対決をするシーンのようですが、なんか見づらくないですか？これはキャラの動線がしっかりしていないからなんですね。キャラの動線とは何か。キャラクターの動いている、または見ている方向、流れのようなものだと思ってください。一般的に右上から左下に向かって読んでいく漫画は、コマの中のキャラもその流れに合わせて動かした方が読みやすいです。そして互いに睨み合う、会話してるシーンなんかはキャラの向きを向かい合わせる方が読みやすいです。直してみましょう。こんな感じで右から左へ流れるような動きにしてみました。読みやすくなったでしょ？ちなみに向かっていくキャラ、迫ってくるキャラを右、待ち受けるキャラ、迫ってくるキャラを左に配置すると、この流れが作りやすくとてもおすすめです。ただし毎回このコードしか使わないとなるととても単調になってしまうので、アレンジ工夫することも大切です。例えばこのように流れは変えずにコマの中の構図を変えていきます。あるいはコマを付け足したりしてアレンジしていきましょう。この動線はアクションシーンだけでなく会話シーンでも重要で、会話を投げるキャラ、受け取るキャラの流れを意識すると自然なページの流れが出来上がると思います。単調な構図。まず構図とは何かというと、簡単に言ってしまえばカメラアングルです。キャラを正面から捉えたり、上から捉えたり、下から捉えたり、魚眼レンズのような効果を出したり、さらには引き、寄りなど様々な画角で被写体、背景などを映すことを構図と言います。ただし漫画の場合、コマの大きさ、形といった要素も入ってくるので、写真や映像作品のカメラアングルより視野が極端なことも覚えておきましょう。例えばこちらの引きの構図、コマの大きさによって全然意味合いが変わってきます。大コマを使えば広大な場所にいるかのように、主にロケーション、背景を見せたいときはこういう構図ですね。小さいコマを使えばなんか取り残された人のように、ギャグシーンや間に使ったりしますね。このようにカメラアングルとコマの形、大きさを組み合わせることで漫画は様々な構図で演出することができます。単調な構図とは何か。漫画を描き始めたばかりの頃は構図なんてよくわからなくて、自分の得意な構図ばかりを手癖で描いてしまうことが多いです。あまり癖のある構図ばかりを多用するよりは見やすいかもしれませんが、面白みに欠けるというのも事実です。こちらを見てください。怪物に追いかけられているシーンですが、ものすごく単調な漫画に見えませんか？これは小回りもほぼ均一で、キャラの構図もほぼ同じ。さらに先ほど紹介したキャラの動線もバラバラです。では内容はこのままで、こちらに少し構図を工夫してコマのメリハリ、動線をつけていきましょう。はい、このようになりました。先ほどのページに比べて迫力のあるページになったんじゃないでしょうか。
このように今カメラがどこにあるのか、どこから撮ればより被写体が輝くか、カメラマンになったつもりで構図を考えましょう。目指せピリッツアショー。余談ですが、漫画家は作品の監督、脚本、効果音、カメラマン、照明、美術、演者、演出まで全て一人でやらなければならないんです。アシスタントスタッフがいれば美術などを任せられる仕事もあるのですが、それでも総合的に作品をプロデュースしなければならないので、なかなかすごい職業だなぁとしみじみ思いますね。構図とかよくわからんという人はですね、映画やアニメを参考にするのをおすすめします。好きな作品でいいので、自分が描きたいシーンに近いシーンを探して一時停止してみてください。かっこいいシーンやこんな構図もあるんだみたいな発見もあると思います。この時なんでこの構図にしているのかも考えてみてください。例えば告白のシーンだったら、フレームに対して少し横に被写体が映っているのはなぜか、この空間の意味は何だろう、少し下から撮っているのはキャラの感情を表しているのだろうか、みたいに考えることも重要です。こうやって構図にこだわりが生まれると、自然に単調な構図は解消されていきます。まあこう言ってもですね、僕もつい手癖で描いてしまう時はあります。構図を意識するとパースという難しい問題も出てきます。これに関してはとても複雑で、ここでは説明しきれないので、また機会があれば別の動画で説明しようと思います。不要なモノローグ、これ今回一番有用な情報かもしれません。しっかりと覚えてください。まずはモノローグとは何か。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。こういうのをモノローグと言います。モノローグ自体はあっても構いません。しかしモノローグに世界観の説明を入れるときは注意してください。読者は文章で説明を受けているという感覚になります。漫画を読む読者はキャラの絵とキャラのセリフを楽しみたい人がほとんどです。キャラのセリフは言葉と認識されますが、モノローグは文章です。つまりどういうことかと言いますと、今まで漫画を読んできたのにそこだけ活字の世界にいるということなんですね。読者はモノローグで説明されるのを嫌います。できることならキャラの会話の中で世界観の説明を説明文と思わずに表現した方が自然と世界観は読者に伝わります。例を見てみましょう。例えばこんなモノローグがあるとします。この世界には魔法がある。1行だし、実際にはさほど問題のないモノローグですが、これをキャラのセリフにしてみます。ここは私の魔法に任せて。これだけでモノローグ以上の情報量を持ち、さらには会話の中で自然に世界観が読者に伝わります。この世界には魔法があるんだ。少女は魔法が使えるんだ。この状況を突破できるかもしれないんだ。これだけの情報がわかります。ここで一つ注意しなければならないのが、たとえキャラのセリフにしてもそれを説明文にしてはいけないということです。例えばこんな感じ。この世界には魔法があるのよ。私は魔法が使える。あなたを倒すことができるわ。説明文をキャラが喋っています。これなら1行のモノローグの方がマシですね。このように漫画家は読者に説明文を読んでると思わせない工夫をしなければなりません。それにはできるだけ自然な形でキャラのセリフ、会話の中で世界観、物事の説明が伝わる努力をしましょう。ちなみにモノローグは絶対に使ってはいけないのかというとそうではありません。例えばすでに成功している作家はガンガンモノローグを使う人もいます。これはどんなにモノローグがあっても読者、ファンがすでにいるからで読んでもらえるからなんです。だからあまりこだわらない人もいると思います。ただし新人の場合、読者はあなたの漫画を知りません。そこにモノローグの説明文が入ると、あ、今俺説明文という活字を読んでるなとなり、素敵な物語に集中できない可能性があるのです。なので新人のうちは不要なモノローグを避け、なるべく会話の中で説明文にならないように説明するという方法を試してみてください。漫画の読みやすさがぐっと上がります。余談ですが、僕の作品フェアリーテールでは少し変わったモノローグを使っています。これは登場人物の一人、ルーシーというキャラクターが後日日記に書いているという体のモノローグです。これによってキャラのセリフのような効果を出しています。さらにもう一つ工夫があって、作中モノローグが初登場するのは3話目にあたります。これはそれまで1話目から2話目の間でルーシーというキャラクターを十分に知ってもらい、3話目で皆さんおなじみのあのキャラの日記という形のモノローグですよと提示しているんですね。キャラの個性を潰す。せっかく個性的なキャラを作ったのに、知らず知らずのうちにキャラの個性を潰してませんか？そんなはずないでしょと思ってる皆さん、意外なところに罠がありますよ。
キャラの個性って何だと思いますか？外見、性格、喋り方、癖など思いつくと思います。これらは全て作者が意識して作っているものなので、作中よほどのことがない限り潰れることはないと思います。では、どんな時にキャラの個性は潰れてしまうのか。それは生活の中でのふとした仕草です。キャラクターのブランディングをしっかりと行っている人、または自然にそれができている人は個性を潰すことはないと思います。ただ、キャラの個性を表面的に捉えている人や、仕草というものをテンプレート化している人にとっては、ここにちょっとした落とし穴があるので注意しましょう。生活の中でのふとした仕草とは、例えば食べ方、立ち方、寝方などです。本来これらはキャラごとに違うはずなんです。食事をしているシーン、せっかくキャラを個性的にしても同じ食べ方では味気ないんですよね。ちなみに全く同じ動作をしていることに意味がある場合はこれでも問題ありません。ですが本来食べ方はキャラの個性を引き出す絶好の場面です。寝方もそうです。このキャラならこんな風に寝るという個性をつけましょう。例えばこちらのシーン、みんな寝方がそれぞれ違うのがわかると思います。こんな感じで他にも挙げるとすれば、座り方、叫び方、怯え方、我慢の仕方、リラックスしている時、本を読んでいる時、テレビを見る姿勢、運転の仕方などなど、生活の中のふとした仕草にもキャラの個性が出るように気を使うと、あなたの漫画のキャラがさらに個性的になっていきますよ。顔半分の罠。こちらの画像どう思いますか？かっこいいですか？それとも少し変ですか？こういうキャラの正面顔が半分だけコマに写ってる絵、よく見ますよね。僕もよく使います。ただ、これ実はとても描きやすい分、罠が潜んでいるんですよ。なぜ描きやすいのか。これは単純に顔の半分だけを描いているので、作画時間が顔全体を描く時の半分で済む点。そして、左右対称にしなければならない部分。例えば、輪郭や目などを省略できるからなんですね。この2つ目の理由。左右対称にしなければならない部分を省略。ここに罠が潜んでいます。こちらの絵、顔の中心だと思われる部分を反転コピーするとこうなります。あれ？なんだこいつの顔。そうなんです。省略はできているんですが、正しく描けていない場合があります。これ僕何回もやっています。楽に描ける分、見えてない部分にも注意しないと、このようなへんてこな顔になってしまいます。他にも目元のアップや口元のアップ、特定部分のアップなんかで似たような現象が起こりやすいので注意しましょう。これの解決策は見えていない部分にも当たりを取ることが一番の解決策だと思います。他にも顔半分の場合は左右対称ツールを使うというのも手です。描いていくとおかしなところにすぐ気づくので変な絵になりづらいです。描き終わったら枠の外を消せば OK。これなら作画コストも顔半分のままで描けます。ちなみに顔全体が写ってる絵に左右対称ツールでペンを入れてしまうとかなり硬い印象の絵になってしまうのであまりおすすめはしません。ですが僕も下書きの段階で使ったりはしています。ペンは左右対称ツールを使わない方が柔らかい感じが出せますね。他にも一部分だけ使ったり、機械なんかは硬くていいので使ったりしています。便利なツールですが使いすぎると本当に硬い絵になってしまうので注意しましょう。というわけで今回はここまで。漫画でやってはいけないこと5選、いかがだったでしょうか。きっと他にもいろんなルールがあるし、個人ルールもあると思います。全部は紹介できなかったので、パッと思いついた5つということでしたが、今回紹介した5つの点に注意していただくと、漫画のスキルがぐっと上がるの間違いなしなので、ぜひ覚えておいてくださいね。他にも、こんな講座が見たいとか、こんなこと教えてほしいなどありましたら、ぜひコメント欄に書いてください。また、漫画やイラストについての相談等がありましたら、僕の Twitter の DM までメッセージください。全部にお答えはできませんが、必ず目は通します。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。また次の動画で会いましょう。じゃあね。